こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は色々ありました。耐久力3の本が取引可能になったり、スパイダージョッキーとチキンジョッキーに出会ったり、寒い気候のバイオームを見つけたりと、闇の村から司書が一人いなくなったり、ジャングルが見つからなかったりしたけどね。さて、これ以上はいけません。さすがに溶岩めがけて振り落とされるのが怖いです。どうやら賢い馬を引き当てたようね。さて溶岩から十分離れて無事に飼いならしました。この馬はやたら足が速いです。そして2段ブロックジャンプもクリアしました。ラバの親候補としては申し分ないわね。何より賢いし。さて、遠征を終えて拠点に戻って早速繁殖をと思ったのですが、人参をあげようとしたらなぜか馬に乗ってしまうんです。馬の好物って人参ではなかったでしたっけ？また変な思い込みを。そもそも鼻先に人参をぶら下げて走るのは豚でしょうに。ひとまず繁殖は後で調べ直すことにして、今までの地図を並べてみました。どの地図も通ったルートが不揃いね。前作では大体どの地図も東西に2本ルートを刻んでいたのに。でも不揃いのおかげでどの地図がどれかごっちゃにならなくて良い感じです。一時は水でドット絵の印をと思ってましたがこれはありです。さて、ゲーム中断を挟んで馬の繁殖を調べました。金の人参か金のリンゴ、つまり金星の食料じゃないとダメなんですね。つまり、息抜き企画の縛りは馬を発情させるものしか食べない縛りだったのね。なんか気分は複雑です。さて、ラバが育つまでそれなりに時間かかるので、ちょっと村人増やしに行ってきます。まあ10分以上はありそうだものね。さてやってきたのは地図1枚目の唯一の村で、ここが一番闇の村に近くて、直線距離は多分700メートルほどなんです。司書一人ぐらいならなんとか押しながら引っ越しさせられると思うのですが。そしてお目当ては公立教科3持ちのこの司書です。43エメラルドじゃ高すぎない？まあでも取扱品目からは結構闇の村への引っ越しに乗り気だと推察されますし、追加取引で良いのが出るかもしれません。なかなか押しづらそうね。あれ？一段ブロック差があると押しても登ってくれないんですね。まあ半ブロック使うしかないわねってちょっと何やってるのよ。何って、村人の中の人になったの初めてなんですよ。花がない村人はとても新鮮です。案外若返ったわね。さて村人の中で考えたのですが、やっぱり今回はパスにします。ブロックなしで押していけると思ってたのがダメだったので。まああともう少し手間かけてレール敷いたら全員引っ越しできるものね。さて帰りがけに日が暮れてきましたが、ラバの育つ時間稼ぎであえてこのまま野戦します。エンダーパール稼ぎね。もうだいぶ野戦に慣れてきたので、試しに今まで避けてたスケルトンに挑みに行ったら案外あっさり、反撃受けずに倒せてしまいました。やっぱり前より矢を撃つ反応が鈍くなってるのかしら。で、調子に乗って同時に2体のエンダーマンを相手にしたら手強かったです。ボコボコ食らってるじゃないの。さて野戦が終わって拠点に戻ってみたのですが、まだちっちゃいわね。なるべく秒が距離圏内で戦うよう意識してたのですが、試しに金の人参あげてみたらでかくなりました。急にでかくなりすぎよ。それにしても、こういう親元に近づきたい仕草は今まで見たことなかった気がします。まあ逃げる恐れがなさそうなので話してみました。で、乗ろうとすると振り落とされるまでもなく一瞬で地上に戻されてしまうようで。細かい仕様が色々変わってるようね。で、時間を置いて何度乗ろうと試してもまだ乗れないんです。もう多少仕草がかわいそうでも何度も試すの面倒なのでこのままにします。親に近寄る仕草が止まるのが見てればわかるってことね。もう一晩野戦してきます。
野戦から帰ってきたら、やっとどうやら大人になったようです。リードが3頭とも切れてるわね。どうやらリード紛失がまたありそうですね。予備も作っておきます。さて、随分と長々かかりましたがようやくラバが手に入りました。行動開始です。ちなみにこのラバは足の速さはまずまずで、ブロック2段は飛び越えられました。さて今度の遠征は、西の方面の6枚を一気に探索しようと思います。結構時間がかかりそうだけど大丈夫？今まで長期遠征しづらかったのはアイテム欄の空きのせいです。ラバがあればいけます。さて10分ほどで拠点から1枚西の地図の西端に着きました。ここから先が10枚目です。しかしラグさんが大活躍中で、2秒ほど走るごとにカクカクしてしまいます。さっきまで普通に走ってたのにね。どうもラバで地形生成させながら走ると、私のパソコンのスペックの限界を超えてしまうようです。思っていたよりラバに乗る処理が重いのかもしれませんね。ならもう、テリーをここに置いてラバだけで進むしかないわね。ラバが地図埋めてきてくれるならそれでもいいです。さて、この企画で初の、リード使っての海洋横断です。ラバ大丈夫かしらね。まあ多分、このバージョンの船の挙動を見る限り、ある程度時間経過するたびに船の位置ずれが補正されているようですから。特に問題ありませんでした。よかった。まあ海洋横断すらできなかったら相当手間だものね。さて10枚目の地図は下半分だけ調べ、南に突き抜けました。次が11枚目ね。ちなみに西の6枚遠征のコースですが、だいたいこんな感じで回っていくことを考えています。なんだか少しフラクタルっぽいわね。ところでマインフラクタルと10回言ってみてください。いやよ面倒くさい。さて11枚目も駆け抜けて、12枚目に入ります。そういえば、陸地はラグが頻発しますけど、海は案外大丈夫なんです。時々馬がダッシュしたりするくらいで、特にカクついたりはしないので助かります。ただどうも位置ずれ補正は2種類あるようで、馬のダッシュじゃなくて私がワープすることもありました。まあ海ならよくある物理現象ね。さらに、超ひも理論の検証です。理論通りなら私の実体は馬の鼻先にいるはずなので、いくらリードを伸ばしても切れないはずですが、まさか陸地に科学の一層の発展に帰する偉大な検証を邪魔されるとは。そのまま科学を発展させてチャンク抜けに落ちるといいわ。さて次は13枚目です。海洋上ですが、通りがかりの湿地で水蓮の葉を集めてるのでクラフトに差し障りはありません。さてそして、ついに見つけました。山岳の突然変異バイオーム、砂利山です。ついにというほどでもないわね。まあ冒険の時間とは関係ないですが、砂利と粗い土を集めるために一箇所は見つけたかったんです。さて、さすがに探索疲れが出始めたのもありますが、半分はラグさんのせいです。ちょっと、ラバの命もかかってるのに。幸いなことにそれほど深くなく、かつ側面の途中で踏みとどまれました。まあ昔取った絹塚で、ラバやロバと一緒によく峡谷登りをした経験を活かします。ててててて。おっかない。しっかり経験が衰えてるわね。仕方がないです。ここのところ練習する機会がなかったんですよ。だからといってこれ以上練習の機会を増やさないようにしなさいよね。さて山岳を進んでいたところで久々に村を発見しました。ちょっと様子を見てきます。ただこの村は拠点の地図から3枚も西の位置で、ネザーワープでも使わない限り村人引っ越させるのは難しいです。まあどうせ大したものはないでしょうけど。全然大したことないです。全然いりません。さて地図は14枚目に入りました。あと2枚です。で、屋根上の森で怪しげな広場を見つけたのですが、
前にも似たようなの見つけてたわね。全然作だったかしら。まあ2回目なのでそれほどビビりませんが。この広場、どういう仕組みで生成されたのでしょうか。誰かが食べちゃったんじゃないの？さて、ぼちぼち14枚目も終わり、15枚目に突入します。15枚目はやたら山岳が多くて、まあちょっと珍しいこんな地形もありました。それはともかく、今回はまだ冒険の時間の表が出てこないわね。ぼちぼち絶望感が漂い始めています。さて15枚目を無事に駆け抜け終わって10枚目に戻り、10枚目の上コースを埋め始めたところでまた村を見つけました。これは、影の表示バグっぽいですね。たまーに見かけるわね。で、これは、たまに見かける土台の無駄遣いですね。まあ少しだけ珍しいわね。さて10枚目を左に抜けて、無事にフラクタルっぽい地図6枚分に書いた一筆書きの図形が完成しました。あら、遠征の目的って何だったかしら。そんなことより空中に浮いた花はちょっと珍しいです。さてやっと、地形が生成済みの場所に戻ってきました。ラグさんの活躍も収まって一安心です。今回の遠征で懲りましたが、やっぱり新規開拓でラバを連れて行くのは無理です。ラバの出番は後で建築材集めに来るまでお預けです。まあその方が無難ね。さて、ようやくピラミッド拠点に戻ってきました。今回の遠征の成果は砂利山だけで、さすがに疲れました。アイテム整理は次回に回すとして、地図だけは飾ってしまいます。さて、こんな感じで合計15枚の探索を終えました。まあまあ広がってきたわね。今のところ広そうな海洋はこの2カ所でしょうか。案外また、キノコ島が近くにある気がしてきました。それはないわよ。さて次回ですが、今度は東方面に向かって地図6枚分を探索しに行きます。あくまでまだジャングル発見を目指します。ピラミッド建築の順序にはこだわるわけね。まあ今度こそ見つかるかなと。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。